怪我しました。終わりです。親指の丸みがなくなりました。1週間前に料理してたら包丁で、今こうやって笑えるぐらいまで落ち着いたというか治り始めたから良かったけど、もう怪我したての時は結構もう人の幸せとか祈れないぐらい落ち込んでた。でしばらく安静にしてたんだけど、昨日からちょっとずつまた絵を描き始めて、やばいです。展示まであと1週間とちょいかな。神様は頑張ってる人にこそ試練を与えるのですね。なんでこんな大げさに包帯してるかっていうと、見た目がやばいのと、あとね、水ぶくれができちゃったの。病院で止血してもらったんだけどさ、止血が強すぎたみたいで、とんでもない腫れと水ぶくれができてしまって、今潰さないように気をつけて暮らしてる。もう怪我ってつら。私ね、怪我という怪我を今までそういえばしたことなかったなって思って、心配性だからあんまり肉体的なチャレンジ、高いところからジャンプするとかさ、そういう変なチャレンジをしてこなかった人生だから、全然怪我とかしたことないのね。だから今回は逆にね、いい学びになった。止血の方法とかも知らなかったし、正直勉強になったけどさ、もうね、怪我するわって状況だったんだよね。ぼーっとしすぎて手元を見てた記憶がないのよ。やっぱ主婦なってからさ、料理することが生活と地続きになってるっていうか、もう危険を伴う作業をしているという感覚がなくなってきたなと思って、それも良くなかったけど、ちょっと筆の持ち方もさ、いつも通りの持ち方ができなくて、私いつも親指を抱え込むように持つから、今そんなことしたら水ぶくれが爆発してしまうので、慣れない持ち方だと作業スピードがやっぱ落ちる気がして辛い。今回初めて自らの意思で救急行ったわ。夜にシパーンやっちゃって、でしばらく自分で止血してて、血は自分の処置で止まりそうだったんだけど、完全に親指の丸みがごめん、怖い話ごめんね。見た目的にも初めて見る怪我だったのと、ちょっと可能したら怖いなと思って、あとちょうど珍しくアズーが帰宅時間が早くて、これはもう病院に行けってことだなと思ってアズーに連絡して、ごめん救急連れてってくださいって言って病院に行ったわ。なんか恥ずかしい。なんか痛くて辛いとかじゃなくて恥ずかしいです。本当に本当に医療従事者の方には感謝しかないですわ。で救急に行って待ってたら、看護師さんが血圧とか測りに来てくださって、それで受付のおじい様がめっちゃでっかい声で喋ってて、それに対して看護師さんが「ほんまあいつらうっさいわ」みたいなつぶやいてて、それがさ、すごいめっちゃ関西を感じて面白くて気が紛れたという、その心の声が漏れる感じが面白い。それでお医者さんに止血してもらって、ぐーっと包帯でね。でもそれが私多分ね、やりすぎちゃったと思うんだよね。でも初めてのことだから、どのくらいまで止血しとかなきゃいけないのかとか分かんなくて、正直その夜傷口なのか止血の痛みなのか分かんないけど、とにかく痛くて寝れなくてのたうち回ってたの。だからその時にね、ちょっと止血の包帯を緩めたりすればよかったなと思って。結局今二次災害というか止血の跡がやばくなってるから、今私の親指には近づかないでくださいって、爆発しちゃいますって感じ。でもな、やっぱ意外と家庭内での事故とか怪我って多いよとは聞いてたからさ、ほんとその通りだなって反省。実は数ヶ月前にもピーラーでシュパーってやっちゃって、その時は自分で止血して事なきを得たんだけど、治るまで時間かかったし痛かったし、気をつけるけど疲れてる時は絶対料理しないとかも難しいし、正直とにかくぼーっとしないようにしなきゃ。なんか結構自分の肉体はどうでもいいなって思ってたけど、中二病みたいなこと言ってるけど、さすがにやっぱ左手ダメにすると申し訳ないなって自分の体に対して思えたから、自分の体を大事にしましょう。とにかく今は地道に書いていくしかない。
よし。あら、すいません、洗い物が難しいのでこんなお下品な食べ方ですいません。毎日傷の写真撮って昨日と比べてどのくらい治ったか確認してる。でもすごい傷が治る時って人体の神秘っていうか、とりあえず神秘を感じるよね。水ぶくれ見た時もえって私の体みたいな。頼んでもないのにやってくれるじゃん体って。すごくない？でもさ、一人暮らしの人ってえげつないよね。私想像したの、その指切った瞬間、これが一人暮らしだったら私もう絶望の淵に立たされちゃうよと思って、だから一人暮らしの人たちに思いを馳せた。もうなんかあったらいつでも連絡して。いや本当に大変だよなと思って。特に何も役に立てはしないけど、話を聞くぐらいなら。てか遠いところに住んでる友達がいる方がうつ状態になりにくいらしいよ。うつになりにくいのかうつ状態になりにくいのかは忘れたけど、近い距離の友達ばっかだけじゃなくて遠い距離の友達もいた方がいいらしい。それは近い距離の人だとどうしても近い関係性になってしまうから、程よい距離感で何でも話せるみたいな、そういう存在がいるといいよねっていうことらしい。オンラインゲームの友達でもいいらしい。だからこの YouTube もそういう存在になれたらいいですね。よし。あと3日あれば絶対に終わるわ。よかった。お疲れ。展示まであと1週間ちょい。このまま綺麗に治りますように。ということで6月6日から6月28日まで滋賀県米原にある清願寺というお寺にて展示がありますので、よければ見に来てください。もうこんなん初めて言うけど、慰めの高評価、チャンネル登録お願いします。慰めの高評価。とうこちゃん、それは言わない約束だろうとそう思っていたんですが、ここまで来ると慰めの高評価が欲しくなりますね。自分の責任だけど、この傷もあと、2、3週間もすればピカピカになっているだろうし、地道に頑張りましょう。じゃあ今日もありがとう。また来週。